おはようございます。画家の小木曽です。恐竜です。こんにちは。今日はですね、本格版、こちらですね、の油絵をお届けしようと思います。久しぶりですかね。油絵で、北海道の斜里岳を描きました。初めの方ちょっとカットしているので、できたらですね、過去に上げたこういった動画のあたりを見て、ぜひ勉強して、ご覧いただければと思います。ちょっとじっくりお見せしてますので、ディティールの書き込みなど皆さん参考にされてみてください。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。1日目はアンダーペインティングということで、まずですね、これ白味というものに墨入れといって、下書きをしておきました斜里岳というところを描いております。夕方のですね、で、墨入れをして、インプリミトゥーラというのを2層しております。ちょっとその辺は他の動画を参考に、ぜひ本格版の人物であるとか、風景のものであるとか、そういったものを、ここまではご参照ください。そして私はいつもですね、ポピーオイルとコバルトバイオレットというのを全面にまず濡らします。ウェットオンウェットという方法でティッシュでそして拭き取ります。薄めにですね、薄めに塗っておきます。僕の場合は本当になんていうか、滑らして描いていくということをしていきます。そしてもういきなりズバズバと空を塗りました。北海道に2月の末ですかね、取材に行きまして、流氷なども見れまして、着いたその日にですね、友人が仕事お休みを取ってくれて、いろんなとこっていうか、初日から連れて行ってくれて、で、次の宿に行く途中に通っていたら、もう僕はちょっと今まで見たことないようなぐらい感動しまして、これは本当海外とかに行ったと同じぐらい感動した、夕日に照らされる斜里岳、を見ました。本当にもうなんか南国の九州に暮らしていますと、こういった景色ってなかなか見れないですよね。コロナが収まったらね、皆さんも本当にいろんなとこ行きたいですよね。空はですね、これはフタロシアニン系の青とちょっと白を入れてます。白とかのはスタンドオイルやポピーオイルなどを混ぜ合わせておりまして、そういったものもぜひ他の本格版の方を見ていただけると助かります。ちょっとパレットを写すというよりは、今回はとにかくディティールを描いていく様であるとか、ゆっくりですね、実際はこのぐらいのスピードですよということでお届けできればなというふうに思っております。で、中継に雪がズボーンとですねありまして、見たことない景色でしたね。で、こうやって筆の後ろとかで、下書きが完全に消えてしまいそうな大事なところだけはなんか残しておきましたが、大体ですね、手前の方に草むらがあって、もうその辺も大体です。絵画の中でどれぐらい必要かなとか、必要ないとこは削ろうかなとかっていうことはしますので、一本一本確実にそのまま写真を写すということは私はしません。で、真ん中の雪を描いていっております。油絵の具のこれは3日で描きました。言ってももうちょっと描くんですけどね、この後もうちょっとグレーズ、スカンブルとか描画とかっていうのを繰り返しますが、動画として一応3日で仕上げましたということで、重層構造、絵の具の重層構造というもの、いつも言ってますけども、学んでほしいということがあります。それは透明水彩でもアクリルでも言えます。重層構造というのを学ぶと、より絵が深みが出てきます。もちろん構造のない絵っていうのもあっていいんですね。例えばヴィンセント・バンゴッホなんていうのはあまり構造はないかもしれません。ポール・セザンヌもそうかもしれませんし、モネなんかは若い頃は案外ありますが、晩年の方とかあんまりないかもしれません。で、あってもなくてもそれはいいと思うんですが、あった方が大人っぽくは見えますよっていうことが言えますね。初心者の方とか実はこういう重層構造みたいなのをぜひ学ばれてすみません。メジャーリーガーを目指しているのでガムを噛んでいます。46歳、今年46歳メジャーリーガーを目指しているので、まず形から入るためにだいたいガムを噛んで集中力を高めていきます。もう深夜にだいたい1回3時間ぐらいでまず一層描いていくんですね。で、今中継、これ写真を見ながらもちろん描いています。アトリエで描いていますので、
とにかくやっぱ綺麗でしたね。なんかこう見たことないというか、雪もあれなんですが、光がこう雪山に照らされて、そして反射光とかがすごいグリーンとかブルーとかいろんな色を感じてですね、本当にちょっと痛く感動しました。なんか私の絵というのはヨーロッパの風景とかも多いんですが、次回の個展とかはちょっと日本の風景がどうしてもこのコロナ禍ですので、増えてくるかなと思います。そしてまずね、これ山の影の方から描いていってます。いつも明るいとこボンと描くんですが、もうパレットの上で練られた絵の具というのがちょっと若干真っ白ではなかったので、まず影を描いて、その後明るい色を描いていこうというふうな作戦でいきました。でポピオイルで濡らしているので描きにくいという人もいると思うんですが、絵の具が滑っていきますよね。でもまずこのように、ある程度色をしっかり置いていくという作業をしています。置いていってます。画面の上で混ざるというよりは置いていく。これ右側からドンと光が当たっております。いやー、雪山をこう描いていってます。2月の末ですので、若干も雪も減ってきたのかなっていう感じと、地元の人が言うてましたけども、N 君ですね。でも私から見ると真っ白の本当に白銀の世界とはこのことかというような、本当に自分が見たことない景色だったので、海外旅行に初めて行ったぐらいのテンションの上がり方でした。でもすごいですね。北海道の車ってどうしても汚れてしまいますね。あれにはちょっと驚きました。もう今洗車してもしゃあないねんと言うてました。で、雪山がだいぶ欠けてきましたね。後ろの方ですね。そして中継も書いておきます。まず隙間を描いて、下地の暗い色を僕は使って、これもいつも言ってますけど、私の描き方ですからね、こう描けとは言ってません。で、重層構造を使った方が大人っぽくなりますよというだけで、そんなもん使わんのやっていう人はどうぞご自由にされてください。絵の具の構造みたいなの、油絵の具の場合っていうのは何層も塗り重ねることができますので、すごくそういったことに便利な画材でございます。これはキャムロンやったかなっていう会社の筆を使っていますね。ナイロンの筆です。だからナイロンの平筆やったら似たようないろんな各社出ています。ほとんど似たような感じだと思います。最近名村さんのも買いましたが、似たような感じでしたので、それぞれに微妙に合う合わないというのがあるので、よく何号の筆使ってますか、どこの筆使ってますか聞かれますけどね、僕は感覚の人間ですので、そこにあってなんか調子良さそうやなっていうので、そして叩き筆、これもこれどこから出してたかな、こうやって絵の具を塗った後に叩いていく、平滑に筆跡をなくしていくために、塗っていって叩いていっております。これも本格版とかで紹介しておりますので、ぜひそういうのを見てから質問をいただけると助かります。どこに売ってるのかなとか。で、毛先の柔らかいものを使いますけどね、もういよいよなったらいらん筆とかを切ったりします。そしてこうやって、手前にある枝なんかも少し、筆の後ろツルツルしている部分で削っておきます。ニードルとかやったらば白味の方まで行ってしまうので、こういう筆の後ろをもっと細い線引きたかったらカッターでもう少し細くしてから、単なる木やとちょっとできなくて、やっぱ後ろがコーティングされているようなものの方が僕はやりやすいです。もうそれぞれの方法を編み出していかれるのが絶対いいですよ。やりながらちょっと頭を使って、やられていってみてください。で、中継とかもこういうふうにだいたい枝を絵の具を少し厚めに塗っておいて、引っかいていくとだいたいこの辺に枝を置くっていうのが描くことができますね。だからぜひこういうことも皆さんされてみてください。そんな先生どこで教わったんですかと聞かれても困ります。自分で勝手にやってます。後ろのはワンチンと箱状のものを作って、ワンチンが置けるような箱も作ったりしてます。どこで教わったんですか、どこ大学ですかと聞かれても困ります。自分で開発していってます。本当にそういうこと多いです。こうやった方が便利かなと。私は長く私の動画を見てくださっている方はうっすら気づいていると思うんですが、そして絵の具のインパスと乾かないうちにちょっと厚い白いところを厚く塗っておこうということで、ちまちま塗っていってます。そうなんです。ものすごくめんどくさがりなんです。めんどくさがりというか合理的な方法を考え出すということをよくします。
ワンチンがあるだけで画面に手がつかない。今ね、まさにワンチンがありますね。そして角っこがちょっと丸くなってるの分かりますか？左側の方が丸くなってるの、カンナであれ一生懸命ギコギコやって、長時間絵描きますからね、よく何時間絵を描きますかと言われますが、そんな風に決めてはいません。うちの父親はサラリーマンでございました。サラリーマンは8時間働いておりました。おい、誠。お前が好きなことで飯を食いたかったら一般の普通の人の3倍働けと言われました。8時間かける3ですから8、3、24。あれ？私計算間違えてるかな？一日中やれということでしょうか。でも本当にその言葉はすごく今も響いております。親父さんありがとうございます。そしてこうやって筆で、ちまちま。これは、動物のあれですね。イタチ科の系ですね。何でしたっけ？マングースじゃなくて何でしたっけ？本当にそんな感じです。これは今使っているのは、ウィンザード・ニュートンさんの筆ですね。こういうのも確か紹介しているんじゃないかなと思います。これ水彩筆ですからね、実際は。そして1日目が終了しました。全体に絵の具が濡れたぐらいの感じなんですが。で今回使ってたこれパレットも一応載せておきますね。左からアイボリーブラックにローアンバー、コバルトブルーにバーントシェンナ、カドミウムやられるしすみません、終わってしまいました。停止して何やろなって見てください。多分本格版の他のやつに必ず紹介していると思いますよ。もうほとんど色使ってる色似てます。で、今回の絵はどちらかちょっとこうなんか紫とかちょっとこう夕日に照らされていて幻想的やったんで、スーパーマゼンダっていう赤系の色と何ですかね、フタロシアニンブルーみたいな何ですかねっていう色名も覚えれないんですね。皆さんは色名でこうあれ判断されるかもしれませんが、オリエンタルブルーやったかな、なんかそんな色やと思いますよ。色名で、これ買ったら描けるんじゃないですかと。色って僕趣味やと思ってるんで、やっぱその人の好き嫌いというのがあっていいと思うんですよ。だから、自分が好きなこれもコバルトバイオレットにしてんのも別にコバルトバイオレットじゃなくてもいいんですよ。なんとなくこうコバルトバイオレットにしておくとこれめっちゃ高い色なんですよ。そしてこれはスカンブル。今紫色をまた全面に塗ったのは、初日との一番初めと同じ作業をして指ですり込んで、そしてこれがスカンブルというやつですね。奥行きを出すためにちょっと白っぽい色を、これはコバルトグリーンと白と何かを足してます。透明水彩とかと違ってもう何色も色を重ねて深みのある色を作ってから絵の具を置いていきます。で今回は空はこうちょっとですね、混ざり合わせながら、そして山の方まで入っていくような気持ちで、それによることによって空気遠近法と呼ばれる方法になっていくわけですね。で後ろの方も少し入っていってるの分かりますか？で本当に色っていうのは趣味やと思いますんで、もう本当に例えばどこどこのラーメンが好きやって言って、いやあそこ美味しくないやんけみたいな論争ってあるじゃないですか。それと似てるかなと思いますので、やっぱり自分が好きな色というのを探されたらいいかなと思います。はじめはやっぱり基本色セットみたいな各社、松田さんにしてもホルベインさんにしても草壁さんにしても絵の具会社が出ておりますので、ぜひそういうのから買われたらいいんじゃないですか。で、雲を描いて紫色もその赤系のマゼンダ系とフタロシアニン系というブルー系の色を混ぜ合わせて作ってますね。これめちゃくちゃ僕早口で、これ同時通訳というか翻訳機にかけると大体もうなんかわけわからん翻訳になるんですね。本当にね、こうだーっと途切れることなく喋っていきます。私は私のことを自分では病気やと思っています。何病ですか？沈黙恐怖症という病気ですね。授業なんかでもずっとこんな感じで、今オンライン授業などしますが、中継の方をこうやってギューッと塗ってしまうんですが、それでもやっぱり下のこう前日というか間1週間ぐらい空けてますよ。完全に乾かすのに1週間ぐらいだいたい間を空けてます。それちょっと言うの忘れてました。筆の後ろでへこましたところというのに、があるので、大体の場所というのは分かりますよね。これでね、へこんだ場所を頼りにまた後で、暗い線で描いていったりしますね。
でなめすように書いていって、そこから濡れたら叩き筆で叩いていって平滑にしていくという。で中継のこの辺の色は本当に、はっきり言ってしまうとものすごく混色に時間がかかります。その部分全部カットしてあるのでですね、25分30分弱の動画とはなってますが、実際はすごく混色とかに時間がかかっております。そういうところをね全部映してたらね何時間になるんやって感じがしますので、そういうのを見たければぜひ佐賀テレビさんの配信された YouTube、3月27、28日桜を描くというやつを見ていただいたらいいかと思います。私の主張がだいぶそれのせいか減ってしまって悲しいんですが、ぜひこちらも見てください。それで指ですり込んだりします。そうすると厚く白くインパストで塗った色のところのへこんでるところに絵の具が入っていったりもしますので、こうやって指ですり込んだりして、もういきます。でなるべくそれ叩き筆すみません、おじさんの頭が映ってしまいますが、なるべくこれも僕近づいていつもやってるんですね。それはやっぱり毛が抜けたとかですね、毛が抜けたとかっていうと、男性中高年の人に怒られますが、僕はまあまあ毛ある方ですね。こう見るとで2日目これで叩き筆で鳴らした状態で、ここからもう書き込みを始めていきます。書き込みを実際の普段本当に展覧会に出す、これももちろんまだ書くんですけどね、今回動画で作ってるのは3日間だけの作業なんですが、重層構造というのを少し見せたかったので3日間ということなんですが、実際はここからプラス3日間ぐらいは書くんですね。だからサインが入っていないんですね。そしてまたインパスト、明るいところ絵の具が乾かないうちにということで塗っていってます。本当にジャバジャバにポピーオイルとかで濡らさないようにしてくださいね。そうすると本当に滑りすぎてしまうので、拭き取るという作業とか、これだと叩き筆、指ですり込むなどの作業によってすごく絵の具が私の場合は乗りやすくなっていきます。で本当にこんな細い筆で0号とかの筆でちまちま塗っていきます。ここにどういう形の山になってどうなってるんやろ、もちろん登ったことはございませんが、そんなことを想像しながら、私の友人 N 君はこの山にも登ったことがあると言っていたので、彼の気持ちになってですね、何度か熊さんに遭遇したことあるでなんて言ってました。1年に1シーズンに1回は熊さんに遭遇したことあるでなんて言ってたんで、いつかニュースになって、またお葬式行かなあかんのかなと思ってます。ちょん書いていってます。雪山ですね。すごいですね。標高何メートルって書いてたかな。そういうこともいろいろ教えてくれました。その友人は本当にこの景色に見せられて移住して、そこで、ちゃんとですね就職してですね、奈良からですね、暮らしております。こうやってちまちまって見て分かる通り、明るいところが本当に7割方描いてるの分かりますかね。人の目っていうのはだいたい明るいとこ見る習性があると思うんですよ。暗いとこ見るというより明るいところをちまちま、それで中間色みたいなものとかもう少しもちろん塗っていきますが、このような感じでちまちましょうもない作業してあるって感じかもしれません。そのためにガムを噛んでいます。でも楽しいんですね。私こういう仕事も好きみたいでちまちま。そうするとなんとなく絵の具というものが絵の具という物質から物に変わっていく瞬間っていうのがあるんですね。構造とかを作っていったりすると特にですね、中継のこの森みたいなものも今はもう4月の末やからぼちぼち新緑が生えてきた頃でしょうか。桜の季節になってきたでしょうか。で中継も少し同じような色ですけども塗っておきます。そしてちょっと平筆なんか使って葉っぱを描いていきます。もうまさにボブの絵画教室状態ですね。ボブ・ロス先生ね、YouTube にありましたよ、ボブの絵画教室。本当に場合は重層構造使わずに一発で描くというですね、めちゃくちゃすごいなと思いますが、1日で油絵を描きましょうと言って、頭もじゃもじゃのおっちゃんなんで、私も頭もじゃもじゃにしようかなと YouTube でね、やっぱりキャラ立てした方がいいみたいなこと言われてますので、私みたいにキャラクターの薄い人間はね、どうしたらいいんですか。もう困ってますよ。本当にもう何の個性もない、面白くもなんともない、ということで、手前の森を描いていっております。自分で面白いとは思ったことないんですけどね、もう先生業長いとですね、おしゃべりがある程度できるようになってくるというのが、これは宿命なんでしょうか。ベラベラ沈黙恐怖症という病気にもかかってしまうわけでございます。
ね、これくらい仕事するんやでっていうのを学生にも見せるために、これね、山切りカットの筆です。これも絶対本格版で紹介していますので、人物やったかな、森を描いた、白樺の森を描いた動画なんていうのも、じわじわ再生回数が伸びてるやつがあって、そういうのも皆さん見られて、いるのかなと思います。ちまでしょ。ちょん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 。うわーって感じでしょ。なかなかこうね、鬼好評でこのレベルの仕事のやつが送ってこられるっていうことはまだないですもんね。やっぱちま書いてますよね。ちまっていうことですね。真ん中あたりにある枝とかいうのを描いていったりします。極力奥の方から描いていかれることをお勧めします。風景の場合は特にですね、それより手前の方が強くってやっていくと、空気遠近法というものになっていきますので、そういった感じで描かれていってみてはいかがでしょうか。この描いた絵の写真もコミュニティ欄の方に載せておきますので、皆さん練習のため、鬼好評に送るために使われて結構ですよ。私のはその辺はいいです。ただ一般的にね、いろんなとこに落ちてる、写真を描くのはやっぱりあんまりおすすめしませんよ。フリー素材だからいいじゃないですかって言うかもしれませんが、やっぱりですね、構図が出来上がってるんですね、実はね。でそれに慣れてしまうと、自分の本当に作品描いたら、いまいち良くない。やっぱり、ネットに落ちてる写真で描こう。なんかいいのできたから公募展出してみよう。入選しちゃった。賞取っちゃった。なんてなるとですね、問題になってきますからね。それに慣れてしまうと本当に危ないんで、非常に危ないんで、常日頃から気をつけておかないといけません。簡単な方、楽な方へ行くといいものというのは僕はできないと思っています。しんどい方へ行った方がやっぱりいいものもできます。人を感動させる力のある絵が描けるんではないかなというふうに思っております。そして2日目が終了しました。もうね、だいぶ完成に近く見えてきたんではないですか。こんな風にパレット、本当にこのぐらいしか使っていませんよぐらいの感じかもしれませんが、こんな感じの色、ほぼ同じ色ですね。黒とローアンバーとゴロと終わりました。そして3日目はもうちょっとディティールを描いていこうと思います。同じような作業を繰り返します。でも紙やすりでちょっとこれをやすってみました。そうすると下の絵の具がちょっと出てきて、もっと複雑になってくるわけですね。複雑になってくると、あたかもなんか雪山みたいっていう感じに見えてくるわけですよ。でちょっとこの辺のザラザラっと抜いて、そして型がいっぱい映って申し訳ない。同じ作業してますこれね。全面にコバルトバイオレットを塗ってティッシュで拭き取ってっていうことをしてます。結局は3日間初めのスタートは同じことをしているんだよということですね。そして空を塗っていったらまた型映ってしまいまして申し訳ない。もうだからざっとカットしました。そしてちょっと今ね、空をこんな感じで、また不透明をボンと置いて、これによりですね、不透明の空というものと透明層が、紫っぽい透明層がかかった部分、またこれ今不透明を置いてます。スカンブルをして半透明を塗る、そういう複雑な層ができてくるところが油絵のいいとこなんですよ。でこれをやっぱり活用してほしいというか、それができるようになると絵がググっと良くなっていきます。だから色に関しては僕はですね、最近はコバルトバイオレットを使ってますが、昔はバーントシェンナと青みたいなんでかなり暗い色を塗ることもあったりしましたし、ローシェンナトランスっていうのは透明ですけど、ローシェンナトランスみたいな色でちょっと全面を黄色っぽく塗ることもしたりもします。だからその辺の色の選択というのは皆さんそれぞれでいいと思いますので、なんか試してみてあかんと思ったらあれすればいいと思います。また拭き取ればいいと思います。作業に関してはポピオイルだけだからですね、下の絵の具が完全に乾いていたら何度もチャレンジできます。よく絵の具が弾くんですけどって言われたりしますけど、しつこくやってください。しつこくティッシュでこすってまた弾いてた指ですり込んで、それでも無理やったらほぼ絵の具の状態、溶き具を入れないでもうダイレクトにブリッと塗ってみて、筆につけたコバルトバイオレットとか僕はブリッと塗ってみて、そうすると弾かなかったりするんで、それをブワーっと引き伸ばして、そしてまた拭き取って、その上にまたポピーオイルとコバルトバイオレットでとかっていうことをしたりしています。それでも無理
りやったらばもうテレピンかなんかを使って薄くティッシュかなんかに溶いたテレピンかなんかを薄く画面に塗布するというかですね、拭き取る。これは非常に怖いんですがね、そういう作業になってくるかと思います。ルズーセをかけるとかいろいろこう書いてあったりしますけど、私はそこまでやったことないです。テレピンとかまで使ったことないので、私の場合はそれでいけます。皆さんのことは知りません。湿度とかも画面の上にね、くっつくっついて、全然面白い話今日してないな。ごめんなさいね。もう全然面白くなかったでしょう。そういう日もありますよね。こうやって本格版をちまちま見せていって、ちまちま描いていくんですよということで、なかなかいい作品ができましたので、自粛期間中ご自宅でゆっくり何度も見れるように、大慌てで作りました。今日は4月の29日でございます。これから実はちょっと用事があって出かけるんですが、一番最後にそのことはお伝えしようと思います。これは、5月のどれくらいかな、1日か2日か3日ぐらいに公開しましょうかね。2日ぐらいでもいいかな、3日かな4日かな、分かりません。まだ編集がかかりますので、ちまちま、このような感じで、密度を上げていきました。最後の方ちょっとゆっくりお見せしておきますね。本当にこんな感じでこのぐらいのスピードで進んでいきます。本当にもうしょうもない仕事してますよ。本当にちま。でもそれが例えば、これは10号というサイズですけども、それが20号、30号、50号とかになってくると、うわー、すごいということを言われることも2年に1回ぐらいございますね。それが感動させるということですね。本当にもう地道な努力とよく言われますが、もう当たり前になっているんですね。私の場合はですね。20年やってます。20年やってて、もうほぼ毎日絵を描いています。絵を描いていないとその日のお酒がまずくなるので、どこかで時間を見つけてお昼休みでも何でも絵を描くようにしています。そうです。お酒を飲むために絵を描くんです。わかりますか？美味しいお酒、今日も働いたな、なんていうふうに思いたいがために絵を描いているんです。皆さんもぜひこの動画何度もご視聴いただいて、おすすめ欄に上がってきたぞ、なんていうふうにいっぱい見られると、初動でいっぱい見られると、なんかそんな風になるそうなんですよ。皆さんちょっと協力してください。ね、本格版ちょっと頑張って編集しましたので、っていう感じでこれがディティールでございます。本日の動画以上です。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シャリだけ M15。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。本格版ということで、皆さんもぜひプロを目指される方、これぐらい、描いてみて、ください。でちょっと私事なんですけども、これ録画しているのは4月の28日ですか、29日になっております。で、4月の27日の夕方7時にですね、私の祖母が亡くなりまして、今からお通夜、明日また葬儀ということで、ちょっと行ってまいります。これ、公開されている頃にはそれが終わっていると思うんですが、今回ですね、こうやって、ばあちゃんに、感謝の意を伝えたくて、息子にも登場してもらいましたが、大暴れしております。本当にばあちゃんありがとうございました。こうやってこう命がつながれていって、こういう元気な可愛い、ひ孫ですね。ひ孫も一度お会いできましたので、ばあちゃんゆっくり天国で、休んでください。本日の動画は以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とかいいねとかコメントください。では。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってるよ。